こんにちは。自作したアクリルケースのファンレス化をするために、銅パイプを加工して、ヒートパイプを作成。途中、予期せぬアクシデントもありましたが、どうにか完成させることができました。ということで、今回は自作したヒートパイプの性能を確認していこうと思います。自作したヒートパイプの性能を確認するために、ブラケットを作成してケースに取り付けます。ブラケットは L 字のアルミアングルで作りました。アングルを 20mm 幅に切って、断面を整えます。ヒートパイプ 6.35mm より少し小さな穴を4箇所開けます。うまくはまるように、ヤスリで微調整して、表面を耐水ペーパーで整えます。完成です。アルミ棒をケースに密着させるために、ヒートパイプをアルミ棒に押さえつけたかったので、穴4箇所の位置を微調整するのに苦労しました。うまくはまったようです。ケース側に取り付けのネジを切ります。ヒートパイプたちを仮置きして、穴開けの位置決め、ドリルで穴を開けて、タップを立てます。ネジは M4 にしました。アルミ棒とヒートパイプの接合には苦労しました。前回の動画でご紹介したように、アルミソルダーを使用した接合に失敗。他にも、市販の低温ハンダを買ってみましたが、馴染みが悪く、使えませんでした。ウプ主の技量が足りない可能性もありますが、一般的にアルミの接合は難しいようです。ということで、今回は CPU グリスにしました。使用したのは、皆さんおなじみ MX4 です。アルミ棒に MX4 を注入して、ヒートパイプを差し込みます。ちょっと多めに注入しすぎて、もっこりしました。CPU クーラー側も同じように取り付けます。アルミ棒の仮面と、CPU にグリスを塗布して、組み付けます。ネジを締めて、完成です。ケースを立てるとこんな感じで、残念ながら、前々回に入れた焼き色は、CPU グリスを拭いた時に、取れてしまいました。アルミ棒はケースに密着しているようです。なかなかうまくできたと思います。自作したヒートパイプの性能を確認するために、サーモグラフィーカメラを購入しました。購入したのは、フリアー1 Pro という、スマホに取り付けて使う、サーモグラフィーカメラで、Amazon で49,292円でした。光学カメラと赤外線カメラが付いていて、可視画像と赤外線画像を重ね合わせることができます。スマホとは USB Type-C で接続します。手を撮影するとこんな感じです。19,200画素なので、画質は昔の携帯電話レベルです。画面中央の十字のように、スポットという機能で、任意のポイントの温度を数値で確認することができます。
カップアイスを撮影するとこんな感じで、ちゃんとマイナスの温度も測れています。計測温度範囲は、マイナス20度から400度とのことです。概要欄に Amazon アソシエイトのリンクを貼っておきます。気になった方は、チャリンしてください。面白そうなので、PC の起動から撮影してみました。画角はこんな感じです。ISO 感度が小さく、画面が暗いので、編集で明るくしています。スポットの温度測定は、上から、アルミ棒表面、MOSFET ヒートシンク、CPU クーラー、となっています。室温は26度でした。赤外線カメラに切り替えました。PC を起動します。スイッチオン。まず、MOSFET、メモリー、SSD の温度が上昇してきました。負荷をかけない状態で CPU の温度は約45度。CPU-Z で負荷をかけます。負荷をかけた瞬間に CPU の温度が80度まで上昇しました。CPU クーラー表面の温度は30度程度であまり変わりませんね。サーマルスロットリングが始まってしまいました。CPU の温度は96度でサチュレートしています。残念ながら、自作したヒートパイプでは、冷却能力が不足しているようです。それにしてもMOSFETの温度が高いですね。CPU クーラーの温度も約35度でサチュレートしたようです。CPU との温度差は60度もあります。アルミ棒の温度は約30度なので、CPU クーラーとの温度差は約5度です。今回の結果からは、自作したヒートパイプが、どのくらい機能しているのか、わかりませんでした。残念ながら自作したヒートパイプは、冷却能力が不足しているようです。このままでは当初の目的であった、アクリル PC ケースのファンレス化が、達成できないわけですが、我々には彼がいることを、忘れていました。だーい、そーん。ファイルだー、おーん。ということで、全4回にわたってお送りした、ヒートパイプ編は、これにて完結にしたいと思います。今回のシリーズでは、たくさんのコメントをいただき、本当にありがとうございました。今後も面白い動画を作っていきたいと、思っておりますので、よろしくお願いいたします。ご清聴、ありがとうございました。